さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回も、10分切れ負けで、読み上げ音声をですね、塚田恵梨香女流初段に今回は設定してあります。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。はい、対局開始。相手四段の方ですね。振り飛車四間飛車ですね。ただ角道をこう止めない、四間飛車ですね。はい。まあね、この将棋ウォーズね、村チャンネル内でも非常にね、この角道を止めないね、こう4四歩と止めない形、そうですね、この3三角がね、非常に特徴的な、まあ、一手ですよね。角を交換する指し方をね、非常に今までよく指してるんで、角を変えない指し方ちょっとまたやってみましょうか、今回はね。これ3三角ないと交換すると同桂と取ってね、角を交換する形になるんですけれども、角を交換せずにね、穏やかにこう駒組みを進めていってみましょう。まあ、これで4四歩とね、突けば、普通の四間飛車の形に戻ります。言われた方はね、それを保留して、金が上がりました。じゃあ私はここで、6六歩とついてね、持久戦を目指していきます。まあ、このね、4四歩をついてないのが、まあ、1点、まあ、相手の方工夫なんですが、まあ、どれぐらいね、この歩をつかない形がね、まあ、生きてくるかというかね、形ですね。はい。やっぱりこの4四つかないと、この3二の銀がね、使いにくいので、まあ、私の方は穴熊に潜っていきます。まあ、これ8五桂と飛ばれてもね、8八角と引けば大丈夫なので、まあ、ちょっと速攻はね、難しそうですかね。まあ、一応6五歩という手は考えられますけど、少し無理そうな感じですが、来ましたね。これちょっとね、無理そうかなっていうのは、王様が8二なので、あとね、まあ、3二の銀も使いにくいんでね、ちょっとやりにくいかなと思ったんですけど、相手方、攻めをね、結構してきましたね。これは難しいですね。同歩と堂々と取る手もありそうですね。同歩同桂で両取りなんですけれども、3三角ないとね、その瞬間に交換ができるので、それか、まあ、6七金と上がるか、同歩7七角ない同桂でね、ちょっと気持ちのいい格好なんですけど、まあそこでね、一歩ね、相手の方が持つ場所がないので、まあ、それもありそうですね。同歩でいってみますか、ちょっとね、強く。6七金がね、一番手堅い受け方なんですけれども、ちょっと強く同歩で。そしてこれで両取りなんですけれども、角を交換して、この時にね、銀上がると3九角があってちょっと危険ですかね。銀を下がってどうでしょうか。これね、ちょっと気持ち悪そうなんですけれども、6六角とかの手は8八銀と上がればいいですし、次にね、6六歩と打てば桂馬が取れる格好なんですよね。なので一瞬こう気持ち悪いんですけれども、ここさえしのげればこの桂馬が取れるんでね。まあ、ただ怖いですよね。こういう穴熊が未完成で、攻めてこられるっていうのは非常に怖いので、まあ、特にね、こういう、まあ、将棋ウォーズとかのね、まあ、10分切れ負けとかのこう早指しのね、まあ、将棋ですとね、まあ、こういう速攻をちょっとでも受け間違えると、まあ、一気にね、まあ、せっかく穴熊に囲おうと思ったら負けてしまうということもあるので、そうですか、王手ですか。これはね、微妙ですね。8八銀と上がるか、8八角と合わせる手もあるんですけどね、銀上がる方が、銀上がって大丈夫なら銀上がって受けたいところですね。角を合わせる手も有力ですね。どっちがいいかな。角合わせると6六歩がね、相変わらずね、打つ狙いで、相手が6六歩と打ったら6七歩と合わせると、角合わせた方が積極的な打ち方ですかね。難しいですね。8八銀もあるところですね。8八角か8八銀か、どっちがいいかですね。角合わせてみますか。これ難しいですね。8八銀でもね、結構攻めの継続って難しかったんですが、まあ、8八銀上がるとね、一応この6六歩には同角って形で、相手の方もね、相手の方も桂馬が安定するんで、まあ、この角の方がね、より積極的な受け方というか、まあ、積極的な受け方ってちょっとね、難しい言葉かもしれないんですけれども、まあ、6六歩の最速を見せながら受けるので、こっちの方がまあなんですかね、相手をよりせかす受け方ってことですね。そうですね、こう打っていくんですけど、これで歩を合わせてどうかなって感じですね。ちょっと怖いんでね、一応考えないといけないです。歩を合わせてね、同歩成なら同金という形で、はい、こう上がってね、あくまで6六歩を見せて、まあ、相手をせかすとね、この時に8八銀の格好ですとね、6六歩と打たれて、まあ、また下がるしかないのでね、まあそれはちょっと無謀なんですけれども、これはちょっと読みの入った手が来ましたね。これはですね、同歩だと2七歩と打って同飛車に角を交換して同銀に4九角とね、ここに角打とうってことですね。この金が浮いたんでね。なるほど。ただこれはどうしようかな。まあ歩を打って桂馬を取りに行く手ありますね。そうすると2二飛車ってことですかね。いや、なるほどなるほど、苦心の一手ですね。この浮き駒にね、目をつけた手です。同歩で歩を打って、
それがね同飛車でこかして4九角まで出れるとねちょっと嫌な格好なので、6六歩が自然ですかね。はい。桂馬を取る方がね、これで2二飛車ってことですかね。そうですね。これは桂馬を諦めて逆襲でねなんとかしようということで、なるほどですね。これ歩で取ると歩を打ってでもそれで取る手があるかな。そうするとやっぱりこう両取りかで歩をなって、これかなり先まで見ますね。ちょっと読んでみますかね。難しいな。取る普通は6五歩ですよね。で2五歩で逆襲してきて、それもねいけそうなんですけれども、そっちに行きますかね。2四歩取る手もねこの場合有力でした。ちょっと欲張ってね、これで桂馬打つのがいいかな。2六か2七歩成があるんで、そんなにこちらもね余裕があるわけじゃないんですね。桂馬打ちますか。で得した桂馬をね打っていく手で気持ちのいい手です。で一応ですね、私の方としてもこう8八角ないとね相手から取ってほしいんですよね。相手の方から取ってもらった方が同銀で穴熊が完成するので、自分の方からね4四角って取るより、例えばこれですね今やるんですけど、桂馬をなってこれで相手から取らせてね同銀って形が安定する。そうですね、こういう形を作りたかったってことですね。ただ多分2六歩で難しい。なるほど。さてどうしますかね。歩を突く、こうなる角打つ、それでいけるかな。飛車をねこう銀を引いたりすると飛車を助けられるんで、より手堅い指し方ですね。歩成ってと金入ってで7五歩突く、そっちの方がいいかな。さすがに飛車を渡すのはやめときますか。これね7五歩とか一気にいく手もあるんですけど、こうなってね7八飛車とこちら側に回って、これね飛車逃げただけじゃなくて7五歩とねこちら側を狙っていくっていう構想ですね。はい。でこの時に7五歩と、これが狙いにいってですね、飛車がこちら側に回ったので、ここね2九飛車成があるんですけど、これで取って銀を剥がして、手抜いてね、なるほど、そりゃそうですね、手抜いてなってきました。手抜いた方がいいですね、相手の方もね。さあこれで角を打ちますか。これでね、王様を睨んでいきます。これ次7四歩と打てるとね、でこれ銀が何気ないところなんですけど、上にねさっき5九に引いたじゃないですか。5七に上がってるとこの2九飛車成が金取りになってたんですね。で今銀を引いてるんで2九飛車成が金取りにならないと、かなり先まで読んでたんでねできる手ですね。これもバスタで切っていきましょう。これはね押せムードですね。どうするのがいいかな。叩いていく、いろいろねこの辺は私の方もね歩がいっぱいあるわけじゃないんでね慎重にいかないといけないんですけれども、ただこれ金ペタッと打ってね、これが結構厳しいですかね。銀取りと7三の地点を狙って駒が角角形なんでね、金とか銀を持ってると6三金とか7三銀とか受ける形もあるんですけど、これ銀取りと7三銀をね両方受ける手がこの持ち駒角角形ではねないので、王様はね私の方が硬いんで、そうですね、この角打ちが一番最善の受けだとは思うんですが、銀を一発打って、ただねバラバラ相手の方もね粘り強いのでね慎重に寄せないといけないですね。どうするのがいいかな。取って端歩か単に端歩の方がいいですかね。金取られるんですけど取り込んでいけそうですが、それで大丈夫かな。でも金もねボロッと取られる変化なんでね慎重に、あるいは銀取って飛車走るのも決まりそうですね。どっちがいいかな。歩をついていけそうですかね。これは金を取られるんですけど、もう一気にねその間に寄せ切っちゃうってことですね。取り込んでね。ただこれやっぱ金をねこの金を取られるんで、7四金同角7五飛車とかならね、もちろん金を取られない攻めなんですけど、これでも十分同歩ならそこで銀を取ろうっていう考え方です。金を取った時にそうですね、これで金を取った方が、これねどういうなんで無理にね通したかっていうと、同角の時に7五飛車と走った時にね9五に飛車を回れるんですね。そうですね。で角成りですか。これはどうだろうか。香車を走って必至がかんないかな。歩打って銀打って結構際どいですけどね、飛車走る方がいいですかね。飛車走って大体王様はね一応これ8九馬から王手かかる形なんで、それだけは気をつけないといけないですけれども、9三にね歩叩く手があるので、ただ相手の方もね8五角という、勝負手からねかなりなんていうんですか、王様がね一応見える格好、8九馬からなんていうんですかね、詰む筋が一応できてるんでね。
相手の投了になりました。ありがとうございました。勝ったよ。はい、いかがだったでしょうか。戦型がですね、今回相手の方の角道を止めない角交換型の振り飛車ですね、四間飛車に対して、私がねどう対応するかというのがね、序盤のポイントになりました。本局はですね、角を私の方が交換せずにね、私の方がむしろ角道を止めて持久戦を目指すということで、今まで村チャンネル内でねいくつか角交換型の振り飛車やってきたと思うんですけれども、今回はねちょっと新しい指し方というかね、今までちょっと少ない方のね指し方をしてみました。中盤ね、私の居飛車穴熊が完成する寸前に相手の方が速攻を仕掛けてきてね、非常に気持ちの悪いところではあったんですけれども、うまくね、受け切って反撃を決めて勝ったという流れの将棋でした。こちらの方ね、解説編の方でやっていきますので、ぜひぜひそちらの方もお楽しみにしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。